皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。最初にお知らせです。昨日の動画も多くの人に視聴いただきましたが、その動画に音声の不具合がありましたので、修正した動画をサブチャンネルに掲載しました。リンクは右上に表示されますのでぜひご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1146日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1310名、戦車19両、装甲戦闘車42両、砲59門、防空システム2機、ドローン119機、その他車両181両となっています。戦線全体では120回の地上戦の報告がありました。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。キリスト復活祭の1週間前の重要な日にあたる13日に、ロシアはスームイ中心部に2発の弾道ミサイル攻撃を行い、11人の子供を含む99人が犠牲となり、その数は時間とともに増加しています。ウクライナ当局は、弾道ミサイルには殺傷効果を高めるために、金属の破片が装填され、空中で爆発し、路上にいた人々やバスに乗っていた多くの市民が犠牲となりました。ウクライナ軍参謀本部は、ロシアは避けられない報復を受けるだろうと発表し、マクロン大統領は、ロシアは停戦に向けた外交努力を捨て、戦争継続を選択したことは明らかだと述べ、スターマー首相は、ロシアに対し、即事務条件の完全停戦を要求しました。今回の攻撃は、キリスト教の聖なる日の礼拝後の時間を狙ったものとされ、特にアメリカの対応が厳しくなると予想されます。トランプ大統領のウクライナ担当特使のキース・ケロッグ氏は、良識の範疇をはるかに超え、あらゆる限界を超えていると述べました。2番目。ロシア以上にベラルーシの財政が緊迫しています。ベラルーシメディアによると、国庫の資金は空になっているとのことで、政府は国家債務のデータを隠していると伝えています。ベラルーシは西側の制裁により、2022年に一部債務不履行に格下げになり、ロシア以上に経済的に困難な状況と考えられます。先日セリベルシュタウ財務大臣は、ロシアからの債務を借り換えたと発表しましたが、金額と条件を発表しませんでした。ベラルーシの政治アナリストのアナトリー・コトフ氏は、過去数年間の対ロシア債務を返済した情報がないと述べ、国家債務がロシアの高金利で雪だるま式に増加している可能性を指摘しました。一方、プーチン大統領と親しいルカシェンコ大統領である限り、問題は表面化しない。ルカシェンコ大統領の健康を考えると、近い将来、次の政権で大問題となると述べました。また、政府は適当な理由で企業に家宅捜索を行い、現金を徴収し始めた。歴史の教えでいくと、今後は農民から強制的に食料を徴収し、国民に分配する政策しか残されていない。レーニンのネップが復活するだろうと分析し、今後、ベラルーシは麦などの農作物で税金を払う計画経済に移行し、配分の失敗で国民全員が生き残ることができない国になる可能性を示唆しました。3番目。ウクライナ軍はトライデントレーザーシステムを初めて公開し、レーザー兵器が実戦で使用されていることが明らかになりました。欧州防衛産業のフォーラムで公開されたシステムは、小型のバンに収まる大きさで、オペレーターが操作し、
ドローン、航空爆弾、巡航ミサイル、弾道ミサイル、ヘリ、航空機を3キロから5キロ以内で破壊できるほか、さらに10キロ以内で工学的に無力化でき、ブラインドモードで光ファイバードローンの通信も妨害できるとしています。現在、試験的に実戦に投入され、ウクライナ軍では水上ドローンに搭載するシステムも開発したとしています。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、この分野で起きた様々な事案を参考に、ルジアンやルシアン軍など、YouTube に適した表現を使っています。また、海外で戦況分析に使っている人がいますので、聞き取りやすい英語の副音声を数時間後に公開しています。北東部、スームイ、クルスク、ハルキウ方面。ルシアン軍が侵攻の目標に設定した人口25万人のスームイ。ウクライナ軍が侵攻したクルスクとベルゴロド、そしてハルキウ方面の戦況についてお伝えします。作戦に影響を与えるスームイの天気は曇り。最高気温13度、最低気温5度。今日の天気予報は晴れとなっています。今日からスームイを中心として右回りに戦況をお伝えします。この方面でルシアン軍は、クルスク方面で23回の攻撃と71回の空爆、ハルキウ方面で2回の攻撃を行いました。クルスク方面。この方面では、ルジアンが損害を出しながらわずかずつ前進しています。詳細な場所は不明ですが、ウクライナの第413無人システム大隊は、ドローンを運ぶマザードローンを使い、前線から55キロの後方にある要塞建設の工事車両を破壊したと報告しました。マザードローンは最大70キロの範囲に到達でき、目的地で小型のドローンを発進させ、攻撃完了までマザードローンは無線中継装置として確実な破壊を支援するとのことです。1番目。ゴルナルの北の森林では、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍の陣地をルジアンが襲撃しています。ご覧いただいているのは、ルジアン軍の第44軍団の指揮所の映像で、地図の場所を目標に作戦行動を行っている様子の一部となっています。作戦は継続中で、戦況図では、この場所まで600メートルの範囲で係争地が拡大したとして更新しました。それ以外のルジアンの攻撃はウクライナ軍が撃退し、戦況図に影響のある情報はありませんでした。ベルゴロド方面。この方面で戦況図の変更はありませんが、デミドフカとその南のグラフォフカの間の地図の場所では、位置情報付きの映像によると、ルシアン軍が部隊の交代のために集まっていたところに、ウクライナ軍のズデーマーがやってきて、部隊が消滅した情報があります。ハルキウ方面。この方面では、ルシアン軍は兵力を蓄積し、ウクライナ軍の防衛の弱点を探っています。そのうち、ティケの北東の森林では、位置情報付きの映像によると、ルシアン軍の威力偵察と思われる装甲車両が確認できます。ご覧いただいているのは、ウクライナ側のもので、地図の場所を走行する BMP 歩兵戦闘車の様子となっています。戦況図では、この場所まで 1.5 キロ係争地が拡大したとして更新しました。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で2回、スバトベクレミンナ戦は18回、シベルスク周辺で3回、チャシフヤール方面では11回、トレツクの方向は16回攻撃を行いました。スバトベクレミンナ戦。この方面で、ルジアンは、日和見的な攻撃を仕掛けています。
1番目。スバトベの西にあるザリゾベでは、ルジアンが郊外を前進し、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍がドローンで追いかけています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第4戦車大隊の飼育チームのもので、地図の場所にいるルジアンの残りの人生を観察しているところとなっています。戦況図では、この付近まで1キロの範囲で係争地が拡大したとして更新しました。2番目。マキーウカの西では、位置情報付きの映像によると、ロシアン軍が森林から出て機械化攻撃を行いました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第107国境警備旅団のもので、地図の場所にいるロシアン軍の BMP 歩兵戦闘車の様子となっています。この攻撃は、ウクライナ軍のドローンにより撃退され、戦況図に変更はありません。チャシフヤール方面。この方面では、市街地と郊外の両方で、ロシアン軍が攻撃を行っています。そのうち、市街地の南にあるストポチキーの、さらに、南の地図の場所では、位置情報付きの映像によると、ルジアンのカメノコ装甲車が前線を突破し、前進を試みました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍のフェニックスチームのもので、地図の場所の様子となっています。この攻撃により、カメノコ装甲車は、ウクライナ軍のドローン攻撃に数回耐えることができ、時間はかかりましたが、1両のカメノコ戦車、5両のカメノコ歩兵戦闘車が撃退されました。戦況図では、この場所まで300メートルの範囲で係争地が拡大したとして更新しました。トレツク方面。この方面で、戦況図に影響のある情報はありませんが、ウクライナ軍のザポロジェツ報道官は、敵は市街地中心部に装甲車などの装備を集中させていると報告し、郊外の次は再度市街地に攻撃を仕掛ける可能性を指摘しました。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では31回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で5回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面で、ルジアンは、膠着した戦局を打開するため、郊外の攻撃を行ってきましたが、再度郊外からポクロフスク周辺に戦力を集中させた可能性があります。1番目。ポクロフスクの東20キロにあるエリザベテフカでは、昨日の動画でルジアンの攻撃をお伝えしましたが、ロシアン軍が集落の占領を主張しました。昨日の攻撃は失敗に終わりましたが、この発表はウクライナ軍の戦意を削ぐプロパガンダである可能性が高く、今のところ戦況図に変更はありません。2番目。ポクロフスクの南西にあるシェフチェンコでは、ドローン対人間の戦いとなっていて、ロシアン軍は思うように前進できていません。それでも、前進の試みをやめることはせず、位置情報付きの映像によると、ルジアンの最前線は、地図で4月5日と表示したアパートとなっています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第150強襲偵察大隊のものとなっています。戦況図に変更はありません。3番目。コトリネでは、再びルジアンが集結し、歩兵の突撃を試みています。ルジアンは、東の鉱山施設から西に攻撃を行い、ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第47機械化旅団のもので、集落北の工場の様子となっています。戦況図では、コトリネの北側で、ウクライナ軍が1月に奪還した範囲を縮小させ、係争地の拡大として更新しました。それ以外の西側正面、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面まで、ルジアンの攻撃は前進につながらず、戦況図に変更はありませんでした。後方地域。今日もロシアン領内で不審な出来事が起きています。そのうち
前線から1200キロ離れたオレンブルグでは、エネルギー大手のルクオイルが所有する石油精製施設の近くにある発電所で火災が発生し、停電となった情報があります。今のところ、ウクライナ側からの情報はなく、地元当局は、電線のショートが原因であると主張しています。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面で、ルジアンは5回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更はありませんでした。その他、アメリカ CIA は UFO の残骸からエイリアンが現れ、閃光とともに23人のソ連兵が死亡した様子を記載した文書を公表しました。FOX ニュースによると、ソ連兵が演習中に基地上空を低空飛行していた UFO を撃墜したため、残骸から5匹の人間のような生き物が現れ、それらが一つに融合し、閃光とともに23人の兵士が石に変わったとのことです。兵士の亡骸と UFO の残骸は、モスクワ近郊の秘密基地に運ばれ、兵士は石灰岩になったことが確認されました。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連する Twitter、ノート、テレグラム、ニコニコ動画もあります。ノートでは、日々の戦況を無料で読むことができ、ニコニコ動画では、昨年8月までの戦況動画を掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。